アメリカも結構綱渡り、ドル自体がだから来年どうなんだろうと僕は個人的には思ってますと。はいどうも、占い師の水森太陽です。今日も元気です。というわけで、今日はですね、占いと時事、今月も引き続きやっていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ね、9月もですね、2週目入りまして、まだ暑い日々が続いておりますけれども、皆さん。なんでだよ。本当ですよ。なんでだよですよ、本当に。お体気をつけつつね、こちらの動画の方もご覧いただければと思います。ね、先週とかだから、あれですよね、台風とか地震とか結構いろいろあったなって。あ、そうですね。そうなんだよね。7月って言ってたけど、5月の中旬、あれは火山だったじゃん。はいはい、今回台風だっけですね。とか、だから、そんなに大きくはない。来年とかなんですよ。どっちかっていうとね。これずっと言ってますもんね。今月も、まだ2、3日ちょっとあれだし、放送日次第だけど、あとは、秋分の日、お彼岸の辺が、天体配置微妙だなとは思ってますね。なるほどね。まあ皆さんもね、そのあたりもちょっと気をつけていただければなと思います。というわけでございまして、占いと時事今週もやっていければと思います。はい。収録日は9月9日、問題なければ9月11日の木曜日にアップされていると思います。というわけで、今週はですね、5つニュースご用意しております。はい。1つ目、阪神、藤川監督、選手たちが強いわ、史上最速 V、阪神達成でございます。圧倒的だよね。優勝マジックを1としていた阪神が2対0で広島を下し、2023年以来2年ぶりの7度目のリーグ優勝を達成。はい。就任1年目の藤川球児監督が、阪神の新人監督として、史上初の V。9月7日の優勝に関しては、1990年の9月8日の巨人を上回り、2リーグ制以降では史上最速と。そうだよね。早いよね。かなり早いですね。ということでございました。大阪は大変ね、盛り上がっているわけでございますけれども、この藤川監督の運勢、やっぱりいいんでしょうかね。いや、1個上でさ、ね、まだ若いなって思ったんだけどさ、そっか、自分がおじさんになったっていうことかっていう。悲しい。若いは若いよね、監督としてね。45歳ですもんね。この人の運が良くなるのって、41歳からの5年間いいんですよ。じゃあまさにちょうど今。今良くて、年運でいいのもここ4年、今年まで、来年の2月までは結構いいんですよ。だからまあ、一番いいタイミングだなーっていう。天中殺だからあんまり良くないだろうとかって占っちゃう場合もあると思うんだけど、人によったらね。僕は別に転換っていうかさ、他の通編成とかで応援されてる時は別に空母そんなに怖くないなっては思っていて、今いいっすよ。なるほどね。まあじゃあまさにノリに乗ってるっていうところですよね。だから多分今年に入っても6月くらいからずっといいはず。10月の7日までいいけど、日本シリーズっていつ？クライマックスシリーズも日本シリーズも10月ですね。そうか。だからちょっと一番いい時期は外しちゃう？そうね。けど今年はいいし、大変もいいからなと。コメ欄になんで巨人は勝てないんだっていうのが巨人ファンなんだなって、2位かというのがあって、これもさ、安倍晋之助でしょ？いや、だから自分がおじさんになるわけだなと思ってさ。ね、若いイメージがさ。僕もやっぱり安倍さんってちょっと若いイメージありますよ。そう。そっか、みんな管理職やってんだなっていう感じに思ったりはするんですけど、この人逆に運が悪いのに2位につけててすごいなと思いました。なるほどね。じゃあ逆に言えばちゃんと実力でっていうところですかね。そうだし、いやだから、この人より藤川さんの方が今年の運勢はいいけどねっていう感じだよね。なるほどね。意外とだから3位の監督とかもね、クライマックスシリーズとかなってったら大事になってくるかもなっては思いました。なるほど。そうなってくると日本一を取るのはもしかしたら。まだわかんないよね。揃わないとわかんないけど、とりあえず阪神優勝おめでとうございます。おめでとうございます。続いていきましょう。はい。おめでたいニュースの後に、おめでたいニュースですかね。三代目 JSOULBROTHERS 今市さんがですね、結婚と第一子誕生のご報告と。はい。いうことでございます。おめでたいですよ。おめでたいですよね。はい。現在ね、タクシーの運転手さんのね、暴行の件で、7月書類送検。その後、示談が成立ということで、8月には当面の間、活動自粛を発表ということでございましたが、この今市さんがですね、結婚、そして第一子誕生ということを報告されていらっしゃいました。発表のね、タイミングを慎重に考えていたということでね、本来であれば皆様に一番に報告すべきところですが、報道が先行してしまったこと、そして現在活動自粛している中での発表となったことで驚かせてしまい大変申し訳ありませんと。だから、占い師に聞いたんじゃないかな。ちょっと、うがった見方を僕はしました。まだね、運勢的にマシなのも9月の7日の夕方以降だっ
ったんですよ。はいはい。なるほどね。そう。だから、1ヶ月だけちょっといいかなっていう感じで、また来月も再来月もちょっと微妙だから、ここくらいなんじゃないかなっていう気はするね。なるほどね。なかなか発表するにしても難しいですもんね、これは。まあ、いずれにしましてもね、無事にお子さんがね、誕生されたことはめでたいことでございますからね。きちんと反省してね、良い形にね、収まっていただければなっていうふうに思いますけどね。一応、おめでたいニュースが2つ。続いて後でございますが、ちょっと重たいニュースいきたいと思います。清水宏也さんの逮捕のニュースでございます。はい。19番目のカルテの出演シーンは全カットということになっております。警視庁によりますと、俳優の清水宏也容疑者26歳が、2025年7月に乾燥大麻を所持したということで、麻薬取締法違反の疑いで逮捕されたと。さらに同居していた20代の女性も逮捕されて、両名が容疑を認めている。今年1月に清水容疑者が大麻を使用しているとの情報を得た警視庁が捜査をしており、今月の9月3日の早朝に清水容疑者の宅を捜索し、植物片ですとか吸引器具などを押収。常習的に大麻を使用していたとみて、今ルートの特定に移っているというところでございました。で、その流れで、先週の日曜日ですね、松本潤さんが主演している TBS ドラマ、19番目のカルテの方に出演していたんですけども、最終回、当然出演シーンがあったんですけども、もう全部カットということで、なんとか編集は間に合ったということで、前日のね、ニュースキャスター、TBS のニュース番組の方にも出演されて、松本潤さんが出演されて、無事カットが間に合いまして、というような、神妙な面持ちで語られていたというところも話題になっておられたというところでございますけれども、清水さん、清水容疑者とどうなんでしょうかね、運勢的な部分で言うと、まだ。運勢はもう全然良くないですよ。一昨年くらいまで3年くらい良かったんですよ。はいはいはい。4年くらい良かったかな。一昨年までの4年だからちょうどコロナ禍くらいか。東京リベンジャーズとかさ。はいはいはい。あんまさんやっててなんか似ててさ。なんかね、それでファンになった子も多かったんじゃないかなって思いますけど。なるほどね。いつだろう。40代は活躍しそうな気もするんですよね。60代とかだから、再販とかしないでほしいな。なんとなくアーティストとかの方が多いイメージあるけどね。なるほどね。確かにそうか。アーティストではないよね。そうですね。役者さんもやったりするのか。なんとなくよく逮捕されるのってアーティストっていうイメージあるけどね。俳優さんでもいいとは言わないですけど、でもちょっとどうなんだろうっていうような感じではありますね。ちょうどいわゆる使い始めたタイミングが、2年ぐらい前かららしいので、だから運勢が悪くなってきたタイミングでなのかなっていう感じなんですかね。なるほどね。今年ね、女性のスキャンダル、ノーマルに読むんだったら女性のスキャンダル出そうだなっていう感じなんですよ。なるほどね。で、あれも、ほら、気持ちよくなっちゃうわけでしょ？だから、似てるっちゃ似てるっていう感じで。だから、ピエールさんとか、沢尻さん、そうか、女優もやるよね。あの辺が捕まった時も、やっぱり、スキャンダルっぽい配置だったんだよ。だから、やっぱり、エロが絡んでるから、そういうのも。けど読めないよね。星で読めるのかな？ちょっと見てもいい？海洋星が月にかかってるか。で、海洋星とか土星と、太陽がスクエア気味なのかなこれはね。去年あたりからね。なるほどねっていう感じですね。海洋星ちょっと薬っぽいから、ね、普通に読んだらただ単にスキャンダルって感じなんだけど、ね。難しい。研究していきます。はい。ということでございますね。今後のね、動向も注目ではございます。そしてですね、このニュースの後にですね、このお話もちょっと長引いていると言いますか、まだまだ注目を集めております。サントリー新浪武氏、法を犯しておらず潔白とのことです。サプリメントの購入をめぐって捜査を受け、サントリーホールディングス会長を辞任した新浪武氏が3日、東京都内で記者会見を行いまして、法を犯しておらず潔白だということを主張されていらっしゃったということでございます。ご本人としましては、真相が解明され、その中で皆様に納得いただけるものと信じてと、調査には全面的に協力していくということをおっしゃっていたというところで、ございました。このね、サプリメントの方がですね、海外の方では、そのアメリカの方では問題がないという認識だったと、適当だったと。いう認識だったんですけども、その送ってこられたものが何か問題があったようなというところで、だから本人はちょっと認識してないよというふうにおっしゃってるというところなんですけども、これいかがでしょうか？ CBD でしょ？ CBD ではないかとで、それがだから THC だったんじゃないかみたいな、その要するに違法の方だったんじゃないかみたいなお話としては今出てるんですけども、一応細かいところは、公式には発表されてないというような感じですね。変な買い方してんなとは思いますけどね。アマゾンとかで売ってるからな、くらいの。なんでっていうふうには思いますけど。ご本人の説明だと向こうで勧められたと。だからね、ブロードスペクトラムの高級なやつみたいな
感じだったんかもしれないよね。そうで、街中というか、その普通に市販で売ってるやつ。向こうは結構売ってるからね。だけど、向こうは結構混ぜってますよ、やっぱり。ニューヨークとかは別に THC とか合法だからさ。怖いですよね。そう、怖いですよね。だから、普通は国内で買うと思うんだけどな、くらいの感じで、なんだろうなっていう。ただ、この人の配置見てったんだけど、はい、市中水明的には乗り越えられ、それとか確かに今年でそうだけど乗り越えられそうな感じがするんですね。仕事とか辞めたりとか、なんかそういうことは起きやすい年でした。だけど運はしばらくいいから、まだまだ全然この人強いんだろうなとは思ってて、で、もともとね、ドラゴンヘッドと月がコンジャンクションしてるから、メンタルやられる人だと思うんですよね。メンタルが心配な人。で、なんかね、お顔立ちだけ見てるとなんか、しっかりしたお顔立ちに見られますけどね。だから、に海洋星とかが来ているから、とか土星とかが来てて、火星も乗っかってたんかな、多分ね。そこにね。だから、メンタルやられそうな感じの8月下旬っていうような感じのイメージはあるなと思います。だからタイミング的には出るけど、ちょっと交通事故っぽい感じもするなと。まあ、いろんな思惑ありそうだよね。もうわかんない。なんか。何かね、いろんなね、それこそね、ああじゃないか、こうじゃないかっていうのはね、ネット上でもね、いろんなご意見ありますからね。なんか、女性関係派手だったら、それこそさっきの清水さんみたいに、かもしれないし、わざわざ並べることでそういうイメージをつけようとしたようなタイミングだったなとも思うし。確かにちょっとなぜかニュースとしては近かったですよね。誰と誰が戦ってんだろうと。社内なのか、もっとグローバルななんか話なのか、何なんだろうっては思って見てます。はい。ね、単なる個人の動向だけじゃないのかなってはついつい思っちゃいます。まあ今後どういう風になるのか、こちらも注目でございます。はい。さあ、そしてラストでございます。石破首相。辞任でございます。さあ、次期総裁はというところでございます。石破首相は7日の午後6時から記者会見を開きまして、この度私は自由民主党総裁の職を辞すると述べ、これモノマネしようと思ったけど、いや、もっと粘っこくやるんですよ。この度、いいですね。ここに時間かけていい。まあ、退陣を正式表明したというところでございます。選挙結果に対する責任は総裁たる私にあるとも申し上げてきたところだ。アメリカの関税措置に関する交渉に一つの区切りがついた今こそが、その叱るべきタイミングであると考え、方針に道を譲る決断をしたというところでございました。まあ、以前からね、何度もこの動画でも取り上げております通り、ずっと運勢が悪いよという話をずっとしておりましたけれども。そうだね。はい。いよいよ辞任というところでございます。ちょうど節入りのタイミングくらいで、辞任だったなっていうことと、一応俺ね、水曜のライブで、週末じゃないかとは言ってたよね。そうですね、そんなお話ありましたね。うさぎで出てたんですよ。で、うさぎだから、木曜だから、土曜が虎で、うさぎで、鳥好きになっちゃうから、夕方の6時ぐらい以降だったらないな、くらいの感じだったんですよ。なるほどね。だから、その前に決めるんだから、週末くらいに決めんじゃないかと。そこで決めなかったらおかしかったじゃないですか。もう運も落ちてるし、なんで粘ってるんだろうなっていう感じだったから、本当に自民党壊すつもりで、エージェントとしてやってるんだろうかみたいな都市伝説があるじゃない。そんな感じなのかなと思ったけど、あ、違うんだと思って、やめるんだと思って。そんな感じだったらね、犬でウサギが動くから犬か、イノシシで強化されるからイノシシで、っていう感じに占ってたんだよね、唾液でね。だから、まあ、結局やめましたという感じでしたね。ですね。前日のね、夜の段階で菅さんと、それから小泉進次郎さんが訪れて、何らかの会合があったというところだったので、そこで何か言われたんじゃないかみたいなね、そんなお話もあるみたいでございますけど。まあ今解散はないわって言われたんじゃないの？まあ、ありそうですね。まあそんなこんなでございますけれども、まあここから先気になるのはやはり次の総裁って誰なのかというところでございます。一応ね、ニュースサイトバーッと見た感じだと、5人ぐらい、4、5人ぐらいですかね。今ね、上がってる時点ではね。はい。小泉進次郎農林水産大臣、それから林芳正内閣官房長官、それから高市早苗前経済安全保障担当大臣、それから茂木敏光元外相、そして、小林鷹之元経済安全保障担当大臣というところで、この5名がニュースサイトでは名前としては上がってきてるかなというようなところでございましたけれども、はい。どうなんでしょうかね。この辺の方々の運勢といいますか、なりそうな感じとかは。進次郎さんから一人一人見ていきますか。はい。進次郎さんは大運はいいよと。で、どうだろうなっていう感じだけど、短期的に
今の時期はそんなに悪くないだろうなっていう感じがします。選挙やるとしたらいつなの？今月後半9月22日ですかね、に総裁選の公示があって、10月に決定する。10月の頭くらいだよね。のはずですね。だったら今月はいいよ。進次郎さんは。進次郎さんは今いいよと。で、来年とか運勢全然悪いから大変なことになるだろうなとは思いますと。なるほど。この人になったらね。で、それから、高市さんですね。あれでしょ？なんか、公明党さんが中道保守じゃなかったら、公明党さんのどこが中道なんだろうとか、保守なんだろうとは思うんだけど、個人的には。要は高市さんのこと指してるんでしょ？そうですね。じゃないかって言われてるよね。まあ、そうじゃないって後付けで言い訳できるギリギリのラインだよね。なかなか。そうだよね。その高市さんでございますけど。高市さんは、今いくつなんだ？今64だそうです。60代前半よくて来年いいか。今年天国地中だから試練なんですよ。で、この人の運が上がってくるのが10月の7日以降なんですよ。で、来年再来年はこの人は運がいいんですよ。今見ましたけど、国会議員投票が10月4日です。だから、ギリギリ進次郎さんが運がいいタイミングだなとは思うけど、いやー、これは駅とかじゃないとわかんないな。高市さんか進次郎さんかは。難しいところですね。とりあえず、今年の運はそんなに良くないと。だけど、10月の7日とか8日とかなってくると、それから来年にかけては運がいいんですよ。だから、逆に落ちてくるんですよ。進次郎さんはね。まあ、それで国の命運が見えるから、俺、ほら、10月の頭くらいまでに、来年以降の運勢が読めるよっていう話はしてたじゃん。俺、誰がなろうとも、まあ、諸外国というか、権力者みたいな人から、A の日本がダメになるプラン、B の日本がダメになるプラン、C の日本がダメになるプランとか提案されてると思うんだよね。で、どれに乗っかるみこしかみたいな、どのみこしに乗っかるかみたいなのが、それぞれいると思ってて、高市さんということはこうか、とか、小泉っていうことはこうか、とかっていう風に、の材料が揃うのが10月の頭なんで、皆さんは賢くそれに備えていったらいいんじゃないかなとは思います。これで分かる人と分かんない人がいらっしゃるでしょうね。そうそうかな。ピンとくる人は、まあもちろんピンとくるでしょうし、もうちょっと細かく言ってく？言うと多分見てる人は、あ、そうなのっていう。そうか。一通り見ますか？一回まだ分かんないですから。はい。それからまあ候補として上がっておりましたのが、林芳正官房長官、64歳ということでございますけれども、林さんいかがでしょうかね？林さんはコロコロ変わりそうな運勢ですね。浮き沈みが1年の中でも結構あるような人で、いい時悪い時結構ある人だなっていう感じですね。今がいくつ？同じ年か。同い年ですね。見えないな。どっちがっては言わない方がいいよね。いや、高市さんがお若く見えました。すいません。はい。ね。生まれた時間にもよるけど、林さんの方が運がそんなに良くなく僕には見えると。来年天国地中だから、まあ、とことんまで、今年の石破さんみたいなもんで、運が悪い時期ってそんなにやんない方がいいじゃん。まあそうですね。だから、この人になっちゃったら本当に日本って、来年普通に悪い年なんですよ。来年再来年に日本ね。もっと悪くなるんじゃないかなとは思います。とは思うけど、頑張ってください。占いですからね、あくまでね。あとは茂木さんですね。茂木さんか。元外務大臣。今年69歳かな。今69歳だそうです。タフネゴシエーターとかね、言われてますよね。田中派だっけ昔のね。ああ、そうでしたね。だからシェイシェイとか言われてるよね。結構ね。戦争したくなかったらありなんかもしれないけど、70になるのか。これからなるとこですかね。落ちるような気がするから、年運とかで言ったら悪くないかなとは思うんだけど、って感じですね。受かるかな。運はそんなに良くないよっていう感じがやっぱりします。はい。今のところやっぱ運が良さそうなのは、まだ進次郎さん、高市さん、その総裁選のタイミングのね。あとはコバホークなんて言われてます。小林孝之さん。そう。元経済安全保障担当大臣。この人ね、俺ね、5行の成分的に配置近いんですよ。少し。そうなんですね。今、50歳だそうです。どうだろうな。悪くないですよ。運勢で言ったら悪くなくて、今年は微妙。で、10月から良くなるから、これしか選択肢がないんだったら、高市さんかコバホークだったら来年以降安泰だけど、当日の運がいいのは進次郎かもしれないなっていう感じ。どうなんでしょうね。自民党の皆さんがそれをどう判断されるかはね、このね、占いをのね、情報を皆さんご存知ないでしょうから。だから、難しいんだよね。今多分、そっか、さっきの解説をしなくちゃいけないか。ね、なかなか見てる方はご存知ない
ことが多いかなと思うので。いや、そんなことないでしょ。要は、積極財政って言ったらさ、旧安倍派っぽい小林さんとか、それから高市さんとかの方が積極財政っぽいじゃない。自民が積極財政かって言ったら絶対そんなことないんだけど、そんな感じでしょ。そうなってくると、プランとしてはさ、金利が上がったりとかして、家賃が払えない人とか増えてきて、住宅ローンとかね。で、そこに移民の方いらっしゃいっていうのはあるかもしれないじゃない。ああ、なるほどね。それから、だったら緊急事態条項必要でしょうって高市さんが発言してるんだよね。研究施設とか今増えてるんだよね。それって大丈夫なのかな？そうなんですか。そうですよ。都内にもうできてますから。で、ナイジェリアから今度来るわけじゃないですか。で、それで、今、なんかアフリカの方でそれが、っていうから、疫病のリスクってどうなんだろうなとは思いますと。なるほど。それから、麻生さんが押すことになるよね、多分ね。保守だったら多分、小林さんか高市さんを押していくような感じになるじゃないですか。で、そうなっていくと、台湾有事は日本有事だっていう路線でしょ。だから、それで武器の消費とか、借金とかして、なんとかしようって思ってるかもしれないじゃないですか。借金が切れてるから、要は貸した金返しちゃったから、今の問題がいろいろ起きてるんだと思うんで、もう一回、100年かけてサブスク返せやっていう話かもしれないから、なるほどね。この話わかるのかな、みんな。伝わればいいなとは思うけど、そっちの路線なのか、むしろもう属国になりますと。はあ。土下座しますと。もう1000年かけて我々はお隣に被害を与えたことを謝りますと。どうぞお使いください。つって戦争回避したい人たちもいるじゃない。今の路線ですよ。ね。岸場路線っていうんだっけ。わかんないけどね。だから、そういう属性なのか。で、アメリカとも仲良くやりますよ。はい、農協の利権差し上げますっていう路線になるのか。まあ日本大変だよね。で、笑い事じゃないですけどね。日本大変だなと思って僕は見ています。はい。で、来年も再来年も大変ですと。だから、備えた方がいいと思います。で、僕のことは別に陰謀論者だとかって揶揄してもらって構わないです。だから、別にね、分かった人間は備えればいいんじゃないですかね、とは思います。アメリカも結構綱渡り、ドル自体がだから来年どうなんだろうと僕は個人的には思ってますと。で、そうなった時にどっちの方がいいのかなとか、ドル資産とか持ってる人もいるし、あれやってる人もいるでしょ？ NISA とかやってる人もいるから、どうなるのがいいのかなっていうのは多分日本人でも人によって全然違うんですよ。だから、自分の立場がどうでとか、よく見てった方がいいですよ、というふうには。ね、第二次大戦の時とか、明治維新前の幕末と保守回り一緒だってずっと言ってるでしょ？そうですね。だから、こういうことになるんですよ。ね、やっぱり黒船来航で、どうすべきかっていうところで日本も分断させられてっていうところがありますからね。だから別にその移民系のさ、問題だみたいなの SNS で増えてるじゃない。ね、で、じゃあ特に X で増えてるよね。で、X のイーロン・マスクが移民反対だったりするでしょ？だけど、それがさ、なんか仕分けかもしんないよ。A の旗を持ってる人、B の旗を持ってる人、戦えみたいなさ。だから、わかんないから、わかんねえなって思って、うまく自分の立ち位置とか自分の立場だったらどうかって真剣に考えて、いろいろ政治とか見ていった方がいいし、自民党員の人にかかってるので、自民党員さんよろしくお願いしますとは思うかな。どっちがいいかはわかりません。ただ、若干運勢がいいのは保守っぽい人たちかなとは思った。麻生さんにしろ、来年、高市さんにしろ、小林さんにしろね、っていう感じ。で、それが日本にとっていいかは僕は何とも言えない。日本にとってどちらにしろ悪いです。だから、歴史が評価するんじゃないかなとは思います。はい。ね、悪い中で、それでもどう戦うかっていうところですよね。だからそこら辺も踏まえて、我々もちょっと注視していかなきゃいけないなっていうところではありますね。俺踏み込んだんじゃない？だいぶ踏み込みましたよ。後でカットするかなって思いながら聞いてましたから。まあ、P は入れてもいいかもな。どうでしょうね。というところではございますので、これが配信されている時には、あ、ここ P だったんだって思っていただければと思いますけども。ということで、5本のニュースをお届けしてまいりました。いやー、今週もなかなかちょっとね、濃いめのニュースが届けられたかと思いますけれども、はい。今月の末にはね、また10月のそうですね。予言動画がございますので、ね、そちらもね、ちょっと楽しみにしていただければなと思いますので、引き続きよかったら、高評価、チャンネル登録、それからコメント、そして最新の YouTube の機能ですね、スマホからいきます、ハイプでございますね。はい、こちらを押していただきますと、ですね、どんどん拡散されるというようなことらしいので、ぜひともよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい。ということで、今週の占いと時事、この辺で、はい。お別れでございます。また次回お会いできればと思います。ありがとうございました。またねー。